ギルディタ優勢です。2024年10月2日世界周遊243日目です。ということで今どこにいるかというと、コソボ共和国プリズレンに来ているよ。ここプリズレンはコソボの古都です。ということで今回はプリズレン編、レッツゴー。時刻は午後1時、現在地はコソボ共和国の首都プリシュテナです。仕事が終わったのでこれからバスステーションに歩いて向かいたいと思います。中心地から歩いてだいたい30分です。午後1時29分、プリシュテナのバスステーションに到着です。これからプリズレン行きのチケットを買います。チケットはカウンターじゃなくてバスで直接買うみたいです。プリズレン行きは6番のプラットフォームです。このバスは1日に3本ですが、実際は15分おきぐらいでいろんな会社のバスが出てます。今回は14時発ですね。時刻は午後3時57分、2時間弱でプリズレンに到着しました。バスの料金は5ユーロなのでだいたい800円です。それではこれから予約してあるホテルに行きたいと思います。ということで今回のホテル、ホステルザニに到着しました。今回のお部屋はこんな感じ。個室トリプルルームです。3泊ブッキングドットコムで予約して54ユーロ、8586円です。こちらは共有のバスルーム。結構清潔ですね。ドライヤーもちゃんとあります。Wi-Fi のスピードは 16Mbps。正直そんなに速くないです。ということでホテルをチェックインしたので、これからプリズレンの街を散策したいと思います。プリシュテナと比べるとプリズレンの方があったかいですね。すごく過ごしやすいです。ここプリズレンは古い都です。今私が歩いているのはプリズレンの新市街地です。プリズレンの中では結構新しいエリアですね。ということでまず私がやってきたのはレビシャの昇進所教会です。この教会は12世紀にセルビア正教会の教会として建設されました。現在コソボの中世建造物群という世界遺産の一つに登録されています。しかしコソボ紛争の影響で内部が破壊され、現在は立ち入ることができません。こういうところにも紛争の爪痕が残っているんですね。危機遺産にも登録されているということで、こういう歴史ある教会がなくなってしまうのは悲しいことですね。オスマン帝国時代、ここはモスクとして利用されていたらしく、こんな感じでアラビア文字が書いてあります。こんな感じで有刺鉄線が張られていて、かなり厳重に警備されています。それではこのビストリツァ川沿いを歩いて旧市街地の方へ向かいたいと思います。プリズレン結構いい街だな。のどかだし、川のせせらぎが聞こえて山も見えます。はい、ということで川を挟んで左手に見えているのが新市街地、そして右手に見えているのが旧市街地です。おそらくこの場所がプリズレンで一番有名な場所。これは裏栗石橋です。この裏栗は15世紀オスマン帝国時代に建設された石橋です。ただ1979年の大洪水で一度崩壊してしまって、1982年に再建されました。ここ下に降りられるみたいですね。せっかくだからちょっと下に行ってみましょう。こんな感じでアーチ状の石橋です。川の水は結構きれいですね。それではこの石橋を渡って旧市街地の方へ行きたいと思います。
こちらが新市街地、そしてこちらが旧市街地です。石橋を渡ったこの場所はシャタルバン広場です。石畳のこの広場こそこの旧市街地の中心地です。広場にあるこの像はコソボ紛争の英雄イスメット・シェバット・ベリシャの像です。すごい、広場にいる野良犬がじゃれて気持ちよさそうにしてる。広場中央にはこんな感じで水が出ていて、これは飲み水ですね。いいですね。こんな感じでカフェやレストランがたくさん並んでいて、どのお店もだいたいテラス席があります。旧市街地にあるこの大きな建物はシナンパシャモスクです。1615年オスマン帝国時代に建設されました。プリズレン最大のモスクで高さ43メートルのミナレットが特徴です。このモスクもトルコの支援で守られています。こちらがウドをするスペース。それではモスクの中に入りたいと思います。旧市街地散策の続きはまた明日にして、一旦ディナーを取りに行きたいと思います。旧市街地だとご飯が高そうなので新市街地に戻ります。明日散策予定の旧市街地、こんな感じで白い壁の建物が特徴的なんだけど、夕日に照らされていてすごく綺麗です。ここにローカル食堂っぽいドネル屋さんがあったので、今日はここで軽く済ませたいと思います。今回のディナーはこちら、読み方分かりませんが、ドネルピジャテピアテ、なんかお皿に乗ったドネルですね。それからパン、これが2ユーロなので318円。それからコソボ産のエナジードリンクゴールデンイーグル1ユーロなので159円です。チキンと野菜がたっぷりでとっても美味しい。ホテルに戻ってきました。明日は午前4時から仕事があるので寝ます。おやすみなさい。今日は10月3日、世界周遊244日目です。現在の時刻は午後2時、仕事が終わったので、これから今日も街散策をしたいと思います。この建物の壁にはコソボの独立承認をしてくれた国に対して感謝の言葉が書いてあります。日本も独立宣言から1ヶ月ぐらいで承認したので、ありがとうございますジャパンって書いてあります。おなじみのストーンブリッジにやってきました。今日は昨日お伝えした通り旧市街地を散策しようと思うんだけど、ちょっと雲がいっぱい出てきたので、天気が悪くなる前に旧市街地の奥にある城塞に行きたいと思います。今日はこの広場には馬車がいます。こういう街並みに馬車はすごく合いますね。こうやって見ると結構高い山ですね。登るの大変そうだな。ということで、この旧市街地の細道を登っていきます。見てください、結構急ですよ。
すでにちょっと疲れた。ちなみに今日の気温は21度。結構ポカポカしてあったかいです。日本の春みたいな感じですね。こんな感じで閉まってますが、道の途中にはセルビア正教の教会があります。すでに結構景色がいいですね。でも城塞はまだまだ先です。一応道はこんな感じでちゃんと舗装されてるからありがたいですね。歩きやすいです。はい、ということで城塞の入り口に到着です。ということでプリズレン城塞一番上に到着しました。ここからの景色はこんな感じです。プリズレンの街が一望できます。ところでこの城塞が建設されたのは4世紀から6世紀にかけて、この辺りがビザンツ帝国だった時代です。なので本当に長い間プリズレンの街を守ってくれている城塞です。ちなみにコソボ共和国の宗教はイスラム教とキリスト教。アルバニア人がイスラム教でセルビア系がキリスト教という話を前回の動画でしたと思うんだけど、ここプリズレンについては 95% 近くがアルバニア人とトルコ系、つまりイスラム教徒がものすごく多い町です。こうやって上から町を見てみるとたくさんモスクがあるのがわかります。この城塞結構広いので、せっかくだから少し散策したいと思います。今歩いているここは城壁の部分です。厚みは3メートルぐらいありそうですね。ちなみにこの城塞無料で入れるんですが、比較的手入れはちゃんとされている方かなと思います。こういう内側にも入れるみたいなんで、ちょっと入ってみます。結構ひんやりしますね。城塞の反対側はこんな感じで山が広がっています。こんな感じでかつてどんな間取りだったかわかるから面白いですね。ということでプリズレン城塞でした。それじゃあ元来た道を下っていきます。これからプリズレンの旧市街地を散策したいと思います。旧市街地の建物はやっぱり可愛らしいです。白壁が基調で、窓枠や柱などは木製が多いですね。そして瓦屋根なので少し日本とも似ています。今 YouTube 撮ってたら現地の人が話しかけてくれて、世界のお金をコレクションしてるみたいなんでいくつかあげました。そしたらアイスティーをご馳走してくれました。ちょっとね、コソボに来てからコソボの人たちちょっと不愛想で怖いなと思ってたんですけど、一気に覆りましたね。結構いい人たちも多いです。旧市街地結構観光地化されてるんだけど、お店屋さんはねそうでもないですね。なんか地元の人が利用しそうな服屋さんとかギフトショップとかそういうものも結構多いです。
この辺の方が旧市街地らしい雰囲気ですね。だけどちょうど今旧市街地全体的に工事中で、この辺も石畳が剥がれてます。こんな感じ。ちょっと残念ですね。こんな感じの観光客向けのお土産屋さん、そしてテラスがあるバーやカフェ、レストラン。こっちの方が旧市街のメイン通りなんですかね。お土産屋さんがすごく多いです。正直こんなものかというような感じですね。一応ここに教会もありますが、写真撮影禁止ってなってるので行きません。この辺はちょっと雰囲気があっていいですね。ということで広場に戻ってきました。この辺りはこの辺りですごく雰囲気はいいですが、正直そんなに古さは感じないですね。プリズレン旧市街地は外側から遠くから見た方が綺麗だということが分かりました。ちょうどお祈りの時間でアザーンが流れてます。休憩がてらカフェに入りたいと思います。読み方わからない。ムルリリコーヒーカンパニーです。店内の雰囲気はこんな感じです。このカフェフリー Wi-Fi のスピードがめっちゃ速いです。 210Mbps。 今回注文したのはこちら。まずはカプチーノ、クリームを追加して 1.5 ユーロ238円。こちらはシナモンアップルロール 2.4 ユーロなので381円。すごく安いですね。それではいただきます。これどうやって飲むんだろう。白いソースがたっぷりですね。美味しそう。ものすごく甘いです。今回の動画ではコソボ共和国の古都プリズレンの街を散策しました。魅力の詰まったとってもいい街でした。ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。